大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、こんにちは。こんにちは。先生、こんにちこんには。ちは。こんにちそしては。古澤さん、こんにちは。こんにちは今日もよろしくお願いいたします。お願いいたしますはい、ゆけちゃんね、3週続けて本当にありがとうございます。ありがとうございまた後ほど3曲目の曲を弾いていただきたいと思いますので、お願いしますね。お願いいたしますありがとうございますはい。はい。先生、いよいよあさっては名古屋講演会ですね。そうですね、はい、名古屋の皆さんも本当に応援してくださってる皆さんがたくさんいらっしゃいまして、はい、もう本当に早くから名古屋はたくさんの方がチケットの方も購入していただき、楽しみに待っていてくださるので、私もとっても楽しみにしてます。はい、そうですね。はい、本当に私も博多のところに特別セミナーと、特セミナーと、そして東京公演行かせていた講だきました。演会はね、初めて東京でね、はい出られたんですよね。もう早くから本当に並んでらっしゃるんですね。そうですね、1時から開演なんですけど、やっぱり7時とかから並んでくださってたみたいで、はい、東京の時もですね。すごいですね。まだ肌寒かったので、そうですね、本当にお寒い中ね、並んでらっしゃるんですね。並んでくださるんですよ。はい。そして私その東京公演で鈴の音を何度も聞きまして、すごい。3回聞きま本当ですした。か？本当です。すごいですね。最後の最後までも聞きまして、それで近くにいました栗本プロデューサーに、栗本プロデューサーね、はいはい、ねえねえってねえね鈴の音がって言ったら俺は笛の音がさっきから聞こえるってなんか言ってうるさいとかなんか言ってどんな笛でしょうね。笛の音ピーとかピーヒャラですか？ピーヒャラじゃない、見えたような気がするんです。そうです。ピーっていう音でしょうかね。おまわりさんの交通整理ピピピピピみたいな音なんでしょうかね。はい、ねえ、そんな音だって。鈴の音は神様が、どんな音色でした？鈴はチャリーンというチャリーンチャリン、はいチャリンみたいな。それでもなんか今日は私本当に変わってきたんです。だんだん自分の身辺が、東京公演会以降ね、なんかすごく変わられたって、あと、変わりました。栗本プロデューサーもいろんなことが変わってきたってまた、すごいですよね。なんかお二人はね、何なんですか？音というのは、あと今回はトライアングルの音がしたとかですね、いろんな音が聞こえてらっしゃるんですね、皆さん。でもこれは悪い音ではなくて、ゆきえちゃんなんか聞こえました？何も聞こえないですか？でもゆきえちゃん会場の中にいないんでね、はい、あれなんですけど、これは本当に高次元の、神様が聞かせてくださってる、特に6次元であったり7次元の音を皆さん聞いてらっしゃるんですね。もう公演会場っていうのはこの次元3次元と4次元5次元6次元7次元が重なる、異次元空間ですので、それでそういう空間にいるんだということを、あとまたご先祖様の喜びをそのようにね、音で聞かせてくださるんですよ。そう、私裏で誰かチヤーンとかチャリーンってやってらっしゃると思う。違うんですね。違いますよ。それだったらみんなに聞こえますよ。でもね、栗本さんうるせえうるせえ、俺は笛の音が聞こえるんだって言われたんでしょ。だから栗本さんには笛っていう風に聞こえてきたんですよね。で、ある方にはトライアングルのチリンチリンっていうトライアングルの音だったりとか。はい、人によって違うんですね。違うんですよ、聞こえる音が。本当に不思議空間、これはやっぱり体験された方じゃないと、前もそんなお話はしてたんですが、やっぱりご自分で体験されると違いますよね、受け止め方がね。全然違います。博多に引き続き、博多はなんか光が降ってきたって。そうです、光が降ってきて、すごいですね。でもね、みんなキャーとか言ってみました。そんなこと言ってたんですか？キャーって、とかなんか、じゃあ同時に多くの方に見えたってことですね。そうですね。はい。そうなんですか。初耳です。私はステージの上にいますので、それは見えないんですけれども、ステージ上は見れないんですね。こちら側の。ただ時はステージ上の机の上にですね、虹が出たんですね。
で虹がこうわーっと出まして、はい、それは確か写真を撮ってブログの方には載せさせていただいたステージ上のテーブルの上ですね、白い布がかぶってるんですが、そこにこうバーッと虹がすごい濃い虹が出たんです、でもうちょっとびっくりしまして写メ撮って載せさせていただいたんですが、もう本当に奇跡の講演会っていうだけあって奇跡が多いんです、はい、そうですね、はいはい、じゃあそろそろゆきえちゃんに、お待たせしましたという感じで、はい、曲を弾いていただこうかと思います、はい、これはいつもエンディングで流させていただいている歌です、はい、夢で会おうねおやすみという歌です。 See you in a dream, good night。 では聴いてください。大森先生、ブログの中でこんな質問を見つけたんです。私のブログですか？はい、読ませていただきます。ありがとうございます。はい。大森さん、家族の皆様こんばんは。セミナーお疲れ様です。皆様のコメントを読んでいると、私もセミナーに参加したくてうずうずします。しかし現状では私も遠方には出られないので、いつか近くでチャンスがありますように。大森さん、また娘のことなのですが、最近は以前に比べ娘の見え方も落ち着いてきたのですが、少し気になることがあって、娘は今までたまに小さくて白く光る蝶が近くを舞うのを見ることがあったのですが、最近その蝶をとても頻繁に見るらしく、昨夜は初めて赤く光る蝶が飛ぶのを見たり、私と一緒に入浴中に突然出てきたらしいたくさんの小さい蝶が集まって大きな蝶になり、娘と私をじっと見て消えたり、私はそういうものを普段めったに見ないのですが、私も先日仕事中にひらひらっと白い蝶みたいなものが頭上を飛んでいったりするのを見て、何かのお知らせなのでしょうか、とても気になっています。もし何か大事な理由のあることなのでしたら教えていただきたいなと思いまして、ご多忙の中長文すみません。大森さん、お体を壊しませんようにとあります。ありがとうございます。はい。このお子さんの場合はですね、体質的なこともありますが、一般の方には目に見えてないものが見えたりとか、そういう声が聞こえたりとか、そういうことがそういう現象が起こりやすいものをお持ちですね。はい、それで
まずその蝶とかあと白い玉の光というのもこれはこの次元のものではないってお母様もねもうご存知で、お母様もきっと、お母様も多分そういうものを見える方だと思いますので、子どもさんの現象もご理解していただけると思うんですけれども、はい、それは4次元の蝶といいますか、はい、いわゆる霊界天国の蝶が待ってるのが見えてしまう。この方の場合はこちらの家のご先祖様が見せてくださっているということですので、はい、少し意味あって見せていただいているということで、この世の中に何かが起こる前兆かとかそういうことではないです。それはむしろそういう場合はですね、異次元の蝶ではなくて、むしろこの3次元の私たちの肉眼でも見える蝶が異常に発生したりとかですね、冬なのに蝶が飛んだりとかですね、そういうことの方がちょっとこう異常現象が起こる前兆といいますか、やはり動物であったりこう小さい生き物に異変が起こるということが、の方がこう前兆ということにつながりますので、これはこちらのご家庭のことで何かご先祖様がね言いたいことがあるということだそうですね。はい、はい、おっしゃってみえますね。はい。またこのお母様どこかの講演会でお会いできましたら、直接お伝えさせてください。少しこの家のことでプライバシーのことになりますので、よろしければ本のサイン会の時にでもお声かけしていただいたら、はい、直接お伝えさせてください。はい、はい。それでは先生、またお時間になってしまいましたので、本当いつも早いですね。はい、ゆきえちゃん本当に3週連続出演していただいてありがとうございました。ありがとうございました。何か最後に皆さんに一言。はい、はい、ありがとうございました。とても楽しい時間を過ごさせていただきまして、ご一緒させていただきまして、ありがとうございました。こちらの弾いてる CD の方が名古屋講演会で間に合ったら出来上がると思うので、その時は皆さん講演会にいますのでお買い求め応援してください。お買い求めはなんかテレフォンショッピングみたいになっちゃった、また応援してあげてください。それでは講演会の案内をさせていただきます。はい、5月27日、名古屋のウィンク愛知で行われます。はい、いよいよですね。名古屋の皆さん、はい。6月2日になります。北海道地エリア札幌障害学習センター。はい、北海道はまたのんびりと皆さんとお話しできる時間がたくさん作れるかなって思ってるので、よかったらサイン会の方もお越しください。6月17日 JR 博多シティです。はい、また博多の皆さん待っとってよ。そして7月16日長良川国際会議場です。はい、地元での国際会議場、本当に1700人入れる会場なんです。はい、ぐらい入れる会場で、また多くの皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごさせていただきたいと思います。はい、はい、では皆さんまたお会いしましょう。See you next week. Bye.